お暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか？すぐわです。今回はですね、マルコビッチの穴をね、やりたいなというふうに思います。先日ですね、ドリームシナリオという映画があったんですね。で、面白かったんですけれども、それについてね、ネットでちょろちょろとちょっとね、みんなどんな感じかなみたいな感じで調べていたら、マルコビッチの穴っぽく感じたって言っている人がいてですね、と全然マルコビッチの穴っぽくはなくねえかっていうふうに思ったんですけれども、それからですね、マルコビッチの穴が頭から離れなくなりまして、マルコビッチの穴やろうということになりましたということです。ということで今回おそらく今年最後の独自解説になるかなと思いますけれども、マルコビッチの穴やりたいと思います。これはですね1999年公開ですね。名作がたくさん生まれた1990年代ですけれども、最後の大物というかね、最後の最後に非常にユニークな作品ができたかなという感じがしますけれども、99年公開、監督はスパイク・ジョーンズ、脚本はチャーリー・カウフマンということですね。ですね、逸話として、このチャーリー・カウフマンはですね、このマルコビッチの穴の脚本を書き終えてですね、ちょっと大物に意見を聞きたいなというふうに思って、フランシス・フォード・コッポラにですね、脚本を送って、ちょっと読んでみてくれないかというふうに言ったんですね。そしたら、コッポラはですね、この脚本を絶賛して、ものすごく面白いと。君これはなかなか素晴らしいじゃないか。ぜひ映画化した方がいいよ。そうだ。私の娘婿のスパイク・ジョーンズを監督にしたらどうだいというふうに言ってきたということで、スパイク・ジョーンズが監督することになりましたということですね。わかんないですけど、チャーリー・カウフマンとしてはですね、そんなに絶賛するんだったらコッポラさん撮ってくれよと思ったんじゃねえかなというふうに思うんですけど、スパイク・ジョーンズ、これが監督デビュー作ですから、カウフマンとしてはですね、いやそんな新人監督じゃなくて、面白いと思ったんならコッポラさんお願いしますよって絶対に思っただろうなというふうに思いますね。この映画ですね、デビッド・フィンチャーとかブラッド・ピットとかウィノナ・ライダーとかね、結構いろんな人がカメオ出演していますんで、その辺を見つけてみるのも楽しいかなというふうに思います。で、マルコビッチの穴はジョン・マルコビッチという、役者さんがいて、その人の頭の中に入るというお話なんですけれども、ジョン・マルコビッチ自身もですね、この脚本を絶賛したんですね。すごい面白い脚本だと。こんなユニークな脚本は今まで見たことないというふうに言って、絶賛したんですけれども、この映画、マルコビッチの穴という自分のね、名前がついているこの映画、こけても大ヒットしても自分のキャリアに永遠につきまとう作品になるぞというふうに思ってですね、決断にはかなり慎重だったということみたいですね。わかるよね。大ヒットしたらしたでいろいろあるだろうし、こけたらこけたでいろいろあるだろうしね。結構やっぱいろいろと考えるところがあったんだろうなというふうに思います。で、脚本監督の2人はですね、何をそんなに重要に真剣に悩んじゃってんのっていうふうにね、その時は思っていたみたいです。別にいいじゃんみたいなことを思ってたんですけれども、しばらく経つとね、何年か経ってそういった話をもう一回回顧するとですね、あの時マルコビッチさんがね、真剣にこの映画について考えていたのは正しかっただろうなということが分かった、後になって分かったよみたいなことを言っているということがあったみたいですね。マルコビッチの穴公開当時ですね、僕覚えてるんですけれども、テレビで結構特集していまして、この映画面白いんでぜひ見てくださいみたいな、そんなのやっていたんですよね。で、その時ですね、このマルコビッチの穴はジョン・マルコビッチという実在の俳優さんの頭の中に入るというお話なんですけれども、ジョン・マルコビッチというのは誰なのか、どんな人なのかということをですね、説明しているというのをやっていたのを僕は覚えています。それで僕も面白そうだなと思って見に行ったという経緯があったと思うんですよね。確かですね、うろ覚えですけれども、確かあの時ですね、ジョン・マルコビッチってどういう役者さんですかという中で、日本でいう内藤隆さんみたいな人ですよというふうに紹介していたような気がします。
なんかそんなようなことを言っていたような記憶があるんですよね。その当時ね、内藤隆さんはめちゃくちゃ売れてたんですよね。その主役級ではないけど、脇役2番手3番手4番手あたりでずーっとドラマに出続けているみたいな、家なき子とかにも出てたしね。確かその何十週連続で、連ドラにずーっと出続けているみたいな記録を持っていたとかなんかあったと思うんですけど、その頃だと思いますね。もうとにかくどのドラマ見てもずっともう何年にもわたって内藤隆がずっと出続けていたみたいな、そんなことがあったような気がしたんですけれども、その頃に、そうやって紹介されていたという気がしますなんとなくそんなことを言ってたような気がしますなという感じですね。トム・クルーズの穴にしろとかね、いろいろと映画会社の方からあったりなかったりしたらしいですけれども、トム・クルーズだとちょっとやりすぎだと、マルコビッチがちょうどいいんだという感じが、あるかなという感じはしますね。ということで、今回はマルコビッチの穴です。ちょっとここ最近めちゃくちゃ長い動画になってきちゃったんで、なるべくね今回はギュッとしたいなというふうには思っています。すごくユニークな作品ですけれども、中身的にはあまりこの同じことの繰り返しというかね、そんなに幅広いものを示しているような映画ではないというふうに思うんで、なるべくねこの関係するところ、核心になるところだけをギュッと、抽出してお話ししたいなというふうに思います。タイトルは精神の座ということにしました。それではよろしくお願いいたします。それではですね、ちょっとキャラクター紹介からいきたいなというふうに思うんですけれども、まず一番最初は主人公、人形師のクレイグですね。このクレイグはですね、どういった人物なのかというと、自分の人生に不満を持っていて、で、自分そっくりのマリオネットを自分で操って、そのマリオネットに別の人生を再現しているというのがクレイグなわけですね。冒頭ですね、クレイグの苦悩と失意のダンスというダンスがあって、それから映画は始まるんですけれども、これね後半マルコビッチの体で再現するということがあるんですけれども、ものすごいね、名作だと思うんですけれども、圧巻のこのお芝居かなと、ダンスかなと思いますけれども、これはですね、鏡に映った自分の人生と実際の自分と、その実際の自分が思い描いていた自分とのギャップに苦しんでいる自分というものを表現したダンスですね。それがクレイグの苦悩と失意のダンスということになるんだと思います。クレイグはこう言っていましたね。猿は幸せだよと。人間の意識というものはほとんど呪いだ。考えたり感じたり苦しんだりしなきゃいけないんだからね、みたいなね、そんなことを言っているわけですね。人間の意識というのはどういったことなのかというと、理想と現実ということをここでは指して人間の意識というふうに言っているんだと思います。実際みんなですね、世界中のみんなこれで悩んでいるというところがあるわけですね。理想と現実で人間は悩むわけです。人間だけがですね、たくさんいる動物の中で未来を想像できる動物なんだというふうに言われているわけですけれども、それゆえにね、人間は進化をして宗教が生まれて文明が発達していったわけですね。未来を想像することができるから人間は進化していったわけですけれども、それと引き換えにですね、人間というものはですね、未来を想像できるので、自分の人生の不安というものに悩まされて、ずっと未来を恐怖し続けるということがつきまとうようになってしまったわけですね。人間誰しもですね、理想の自分になりたいというふうに思いますよね。で、それに向けていろいろ考えるわけですよ。努力すれば理想の自分になれるかもなというふうに思うわけですね。でも努力してもなれないかもしれないというふうに思うわけです。努力が足りないのかもしれない、もっと努力をすれば理想の自分になれるかもしれないというふうに努力をするんですけれども、どんなに努力をしても理想の自分にはなれない。やっぱり自分の理想を叶えることは無理なんじゃないかというふうに思う。もしかして努力以外の要素が自分の理想を叶えるには必要なんじゃないかというふうに考えたりもするわけですね。じゃあ努力だったらできるけど、どんなに努力辛くても努力はできるけど、努力以外の要素が必要であれば理想の自分にはどうやったらなれるんだいと
いうふうに思うわけですよね。じゃあもう無理じゃんみたいな感じになるわけですよ。そうするとこのクレイグが呪いというふうに言っている人間の意識、つまり理想と現実ですね、これは永遠につきまとう悩みということになるわけです。こういった意識のことをクレイグは呪いというふうに言っているんだろうなというふうに思うわけですね。本作ね、マルコビッチの穴のテーマは意識ということにあるわけですね。で、呪いの意識その2ですね。クレイグが街中でやっていた人形劇がありましたよね。親子連れのお父さんに最終的には殴られるあの人形劇ですけれども、あの人形劇はアベラールとエロイーズの恋物語という題名がついていました。アベラールとエロイーズというのはですね、西暦1100年頃に実在した人物ということになります。この2人の物語を簡単に説明するとですね、アベラールというのが男性なんですけれども、アベラールはですね、ノートルダム聖堂参事会会員であるフュルベールを叔父に持つ少女エロイーズの家庭教師でした。要するに修道会の結構偉い人の姪っ子であるエロイーズの家庭教師がアベラールだったわけですね。で、このアベラールとエロイーズ2人きりで時間を過ごすことが非常に多かったわけですけど、そのうちですね2人は恋仲になっていって、少女エロイーズの部屋だったり、おじさんの部屋、両親の部屋とかだったり、キッチンだったり、教会のあそこだったり、ありとあらゆる場所で、いたしていたわけですね。もうそれがたまらなかったと一応ですね、この当時少女エロイーズというふうに言われていますけれども、はっきりと何歳なのかは何とも言えないみたいですけれども、もう24歳ぐらいだったと言っている説もあれば、17歳とか16歳とか、そのぐらいの少女と呼ばれるような年齢だったというふうに言っている人もいますね。アベラールの方はもう30は超えているということみたいでしたけれども、そういったいろんなところでですね、アベラールとエロイーズはやりまくっていたわけですね。で、当然ですね、そんなところでいろんなところでやっていたら、エロイーズは身ごもってしまうわけです。で、その後、なんだかんだあってですね、いろんなことがあって、おじさんに見つかって怒られたりとか、いろんなことがあって、アベラールは虚勢をさせられてしまってですね、で、エロイーズは修道女になって、教会で日々を送ることになるわけですね。結局子供は生まれたけど、修道女となって、エロイーズは禁欲生活というか、そういったことを送るようになりました。でもエロイーズはですね、毎日お祈りを捧げていても、この心の中にずっと不満を持っているわけですね。祈りの言葉よりも、あの時のみだらなうずきが私の心の中で大きくなっていきますと。罪に苦しむべきなのに、失った夫に対する思いばかりが私には募っていきますということを言ったりしていて、毎日を嘆いていたということがありましたというお話なわけですね。2人が交わした大量のラブレターというものが残っていて、それが書籍化されたりもしているわけですけれども、その大量のラブレターは今でも世界中の人の心をつかみ続けていますというのが、アベラールとエロイーズの物語の簡単なお話ということになるわけです。これもですね、人間の意識というところが問題になっているお話になるわけですね。この外見的にはなんつうの、家庭教師のおじさんと修道院のキリスト教の、関係者であるおじさんの姪っ子のエロイーズの少女ですからね。しかもね、その禁断の恋、しかもその性欲にまみれた愛欲にまみれた生活をしているっていうのはキリスト教的にはあまり良くないわけですけれども、そういったものとこの心の中のその禁欲しなきゃいけないっていう、その心の本当の気持ちみたいなね、そういったものの間で揺れ動くみたいな、そんなお話なわけですね。これも意識のお話ということになっていいんじゃないかなと思います。クレイグもですね、美人と結婚してるわけですね。なんて言ったってキャメロン・ディアスですからね。キャメロン・ディアスなんでこんなのに出てるんだろうって思っちゃうぐらいのなんだ急にキャメロン・ディアスって多少ね、びっくりする感じがありますけれども、美人と結婚したくせにクレイグの欲望は尽きないというところがあるわけですね。マキシーンにこの一目惚れしたりとかなんとかしていくわけですね。困ったもんだねというところがあったりはするわけです。このアベラールとエロイーズのお話もそうだし、最初の失意のダンスもそうだし、実際のクレイグもそうなんですけれども、人間誰でもそうなんですけれども、この心の中で本当に思っていること
と現実的に人と接する外見としての、自分というものは違うんだよというところがあるわけですね。いやペルソナとか言ったりするわけですけどね、仮面のことを、ペルソナと言ったりして、どこの誰であろうとですね、人間はこの演じているわけですね。本当の自分と外見上の自分というのは別物なんだよみたいな、仮面をつけて人間は生活してるんだよ誰しもねみたいな、そういったところがあったりして、その中身と外身というのは違いがあるんだねみたいなね、そういったお話になってくるわけです。ということで次、ペットショップ店員の妻ロッテですね。ペットイコール自分の理想通りにコントロールしたいけどなかなか言葉が通じないのでそれが難しい対象と、というふうに考えていいんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども、ロッテというのはクレイグを多少コントロールしたいというふうに思っているところがあるわけですね。子供はどうするのとか、人形師なんかやめて就職したらとかいうのは、クレイグのことをコントロールしたいというふうに多少思っているところがあるということですね。クレイグとしてはですね、こういったことの積み重ねでロッテから心が離れていってしまっているというところが、あるんじゃないかなというふうにも思います。別にロッテが悪いわけじゃないですけどね。そういうこともあるかなというふうには思いますね。で、ちっちゃいエピソードとしてはですね、遺産過多だったチンパンジーを精神科に見せたら、過去のトラウマによってチンパンジーである自分に違和感を感じているのが原因だったということが分かりましたという、よくわからないエピソードが入っていますよね。チンパンジーである自分に違和感を感じているチンパンジーがいるんだという感じがありますけれども、このあたりもですね、その外見と中身というものの違い差というものに悩んでいるというところが比喩されているわけですね。ロッテはですね、物語の中盤で自分もマルコビッチの中に入るわけですね。で、マルコビッチを体験するわけです。ちょうどシャワーを浴びているとか、そんな感じのところを体験するわけですけれども、その時ですね、ロッテは分かったわけですね。私は性盗作者なのというふうに戻ってきてクレイグに言うわけです。性盗作者というのはパラフィリアと言ったりするんですけれども、要するに性盗作者だとアブノーマルプレイが好きな人ということになってしまうわけですね。で、これは精神疾患というふうに言われてしまいます。アブノーマルっていうのは何をもってアブノーマルとするかは時代とか国によって変わってくるんであれですけれどもね、例えば口で行うことはアブノーマルだと言われていた頃もあるし、別にって言われている時代もあるしね、いろいろなわけですよ。だからその時代その場所においての大多数の人と違うことみたいなことが大好きだということがあると性的盗作者というふうに言われてしまうんですけれども、ここの翻訳はですね、実際はちょっと違くてですね、その当時これ99年の映画ですけれども、その当時はね、性盗作者という翻訳が良かったのかもしれませんけど、ここの部分実際には何て言っていたのかというと、私はトランスセクシャルなのというふうにロッテは言っているわけですね。トランスセクシャルというのはですね、トランスジェンダーの仲間ということですけれども、 LGBTQ+ の T がトランスジェンダーですね。トランスジェンダーというのは体の性と心の性が異なっているというのがトランスジェンダーであって、その中にトランスセクシャルというのがあるわけですけれども、トランスセクシャルというのはですね、体の性と心の性が異なっているため外科的手術によって一致させることを望んでいる人のことを指す言葉なわけですね。だからロッテというのは、ただ単に男を経験して男としてのこの性的快楽に酔ってしまった性盗作者なのではなくて、実際のところずっとですね、幼い頃からずっと心に違和感を感じ続けたまま大人になって結婚もしてしまった人だったわけですよね。で、その自分の中にあるそういった原因っていうのに自分は気づいていなかったわけですよ。実は体の性と心の性が一致していないということが全く気づいていなかったんですけれども、なんか違和感を感じるなということはずっと思っていたけどね。ただそれがマルコビッチに今回入ったことによって気づいたわけですね。あ、そうかと。私は実際には性が間違っていたんだと。
実際には私は男として生まれなきゃいけなかった人物、心を持っているにもかかわらず、この体が女の人で生まれてきてしまったんだわというこの違和感をずっと抱えていたんだということが分かったわけですね。だからこのもしかしたらクレイグとの性生活というかそういったところもうまくいってないというところがあったのかもしれません。もしかしたらね。マルコビッチを経験したロッテは戻ってくるなり私は性転換手術するわというふうにもうほぼ決意していたわけですから、そういったことなわけですね。これも意識というかそういったものの話になってくるわけですけれども、中身と外身というのが違っていたんだということですね。さっきのチンパンジーでいうところのチンパンジーなのに自分がチンパンジーであることへのこの違和感を感じているっていうのがあったけど、あれはこのロッテ自身の心と体の違和感の比喩として、チンパンジーは実は出てきていたということになるわけですね。 OK ですよね。で3人目の登場人物は日和見主義のマキシンということですね。マキシンさんはですねお美しいお方なんですけれども、彼女はですねクレイグとかロッテのようなこの意識と体外見外見の違いというような感じの悩みを一切抱えていない、魔性の女なわけですね。とにかくマキシン自体はもう完全にちゃんと一致している、体と心が一致している。ただとにかく自分に嘘をついている人間が嫌いなんだという人物、それがマキシンなわけですね。マキシンは非常にこの狂言回し的トリックスター的役割というところがある人物なんですけれども、彼女を通じて物語は進んでいくし、彼女を通じて、クレイグもロッテも自分の内面というものが何かというのに気づいていくという感じがあるわけですね。ということで本作は内面、人間の内面意識というものがテーマになってくるんだということです。ここが一番重要なポイントなんですね。この映画見てよく分かんなかったっていう人も、多少いると思うんですけれども、映画自体はね見てて面白かったけど結局なんだかよく分かんなかったなと思う人たくさんいると思うんですけれども、テーマは人間の内面です。そこが分かってくると多少理解しやすくなってくるかなというふうに思います。7と2分の1回のスチール棚の裏にですねジョン・マルコビッチの脳内に入り込む穴というものがあるわけですね。それをクレイグが発見するわけです。でクレイグはその穴の中に入って15分間マルコビッチを体験した後にですねニュージャージー州ターンパイク脇の空中に放り出されるということになったわけですね。ちなみにニュージャージー州ターンパイク脇というのはニューヨークの中心部からですね車で10分から15分ぐらいのところにある場所ということです。それなりにすぐ行ける距離ではあるかなという感じですね。でこれを体験したクレイグはですね哲学的な感想を述べていたわけですね。これを体験してすぐにクレイグはマキシンのところに行って、こんなすごいことを体験したと、とんでもないことだこれはみたいな感じのことを言ったわけです。僕はジョン・マルコビッチになったと、とんでもないことだと。で僕は感じたんだ、自分とは何か、魂の存在とは何なのか、僕は僕か、マルコビッチはマルコビッチなのか、わかる？形而上学的にこれがどんなに難しい問題かというふうに言っていました。形而上学というのはですね何かというと、この感覚とか存在とか、宇宙とかですね、そういったこのなんつうの、この世の中のものの根本原理を探求する哲学を形而上学というふうに言うわけですね。そういうことですね。形而上と形而化と2つあるわけですけれども形而化というと普通にこのもののことを指すわけです。普通にあるものね、スマホがここにありますね、スマホとかマイクとか、キーボードとか猫とかね、そういったものを表すのは形而化であって、形而上となるとですね、スマホ、猫、キーボード、それらの後ろにあるもっと根本的なもの、なぜスマホはスマホなのかとか、なぜ猫は猫なのかとかそういったもうよくわかんないことを考えるのが形而上学ということになるわけですね。そんなことをクレイグは言い出したわけです。自分はジョン・マルコビッチの中に入ったぞと。で、完全にジョン・マルコビッチになっていたと。これは自分というものの存在そのものに関して、ものすごく大変なことが起こったんだぞみたいな、そんなことを言っているわけですね。入れ替わったわけじゃないですからね。
ジョン・マルコビッチの脳の中にクレイグは入ったわけですから、クレイグがジョン・マルコビッチの中に入っている間、もともとのクレイグはどうなっているのかって言ったらジョン・マルコビッチの脳の中に入っているわけですからね。脳というか、脳とも違うんだよね。この、ジョン・マルコビッチの中に入っているわけですからね。ということが大変なことになったねということを言っているわけです。本作のテーマはですね、人間の内面なわけですね。人間の内面が本作のテーマであって、この人間の内面というものをですね、形而上学的、心身問題的に哲学しているのがマルコビッチの穴という作品になってくるわけです。マルコビッチの穴というのはですね、哲学的なお話なんですね。だから、答えは見つからないし、よくわからないけど、なんだかすごいねということになるわけですね。ということで、マルコビッチの穴は、人間の内面がテーマなんですけれども、その人間の内面というものを探るためのキーワードは何かというと、精神の座ということになるんじゃないかというふうに思います。ということで、マルコビッチの穴は哲学的な作品なんだということですね。人間というのは誰しもですね、俺が本気出したらもっとできるはずだとか、想像していた未来と結果がなんか違うなとか、何をしても満足感がないとか、今現在自分は幸せなはずなのになんだか心が満たされないなとか、いうふうに思うわけですね。要するに今の自分は本当の自分ではないと、いうふうにみんな思うというところがあるわけですね。心身問題というふうに言ったりするわけですけれども、心身問題というのは哲学における人間の心と体の関係についての考察ということですね。心と体の問題ということなわけですよ。我思うゆえに我ありで有名なデカルトがいますよね。彼はですね、実体人間論という考え方を提唱したわけですね。我思うゆえに我ありも実体人間論なわけですけれども、これは形而上学的なものの中の一つでですね、体と心は本質的には別物であるという考えなわけですね。我思うゆえに我ありというのはどういったことかというと、この世の中は全部嘘かもしれないと。もしかしたら自分が見ているこの世界というものは本当はないかもしれないし、この猫ちゃん、可愛い猫ちゃんというのも本当はないかもしれない。脳が勝手に作り上げている夢なのかもしれないというふうに思うわけですね。この世界は全て夢なのかもしれない。でもこの世界は全て夢なのかもしれないと思っている自分は確実に存在しているというのが我思うゆえに我ありなわけですね。この考えを二元論的なこの考えをどんどん発展させていったのが水槽の脳というね、思考実験であって、マトリックスの元ネタとなってくるということになるわけですね。この実体二元論というのは、大元はですね、紀元前4世紀の哲学者のプラトンが提唱したものでですね、死というのはですね、ソーマ、これは肉体のことをソーマというわけですけれども、ソーマからプシュケというですね、心とか魂とか霊魂のことをプシュケというわけですね。ソーマからプシュケが分離することを死と言うんだということを言っていたわけですね。で、分離したプシュケは永遠に不滅であるということを言ったりしているわけですね。死というのは何かというと、肉体から魂がなくなることを死と言うんだということですね。これも二元論的な考え方ですね。体と心というものは別物、別個にある存在しているものなんだよみたいな、そんな感じですね。古代エジプトの死生観も似たようなところがあってですね、カーとかなんちゃらとか出てくるわけですけれども、古代のエジプトの死生観をね、彼らがそのミイラをね作っていた理由っていうのは、いずれ心と死というのは体から心、魂というものが抜けて、冥界というか天国にこう行くからなんですね。で、いつの日か復活の日が訪れて、またこの魂が自分の体に帰ってくるということが、あると信じられているわけですね。だからその時に体がないと困るからミイラ化しておこうというのが、エジプトのミイラなわけですけれども、多少そういったところにも似てるかなという感じがしますよね。で、僕はこの作品のね、キーワードとなってくるのは精神の座じゃないかなというふうに思うわけですね。精神の座というのは、要するに精神のある場所のことですね。精神の座はどこにあるのかという議論だと、よくあるのが心臓にあるのか、それとも脳にあるのかとか、そういったその本当に実際にある場所のことを指すんですけれども、精神の座はあんまり心臓にあるっていうふうには最近は言われないわけですね。それこそ古代エジプトは
精神とか心とか、そういったものは心臓にあると。霊魂とかね、魂というものは心臓にあるというふうに考えられていたわけですけれども、最近はね、どっちかっていうと心臓にあるというよりは、脳にあるんだろうというふうに思われていて、さらに脳の中のどこに精神の座があるのかっつうと、大脳にあったりとか、いろんなここにあるんだとか、海馬とかなんかいろいろ言ったりするわけですけれども、ここで言うね、僕が言うこの精神の座はどこにあるのかという意味は、そういった、医学的というかそういったことの意味じゃなくてですね、収まるべき精神の座というのは何なのかということを僕はここでは言っているわけです。で、ロッテがね、マルコビッチを体験する前にクレイグから説明を受けた時にこう言っていました。でも信じられない、誰かの脳につながってる穴があるなんてというふうに言いました。するとクレイグは、それがあるんだ。いや、脳か魂か知らないけど、僕はジョン・マルコビッチの中に入ったというふうに言っていましたね。この、脳か魂か知らないけどという部分が、精神の座というものの場所がどこなんだろうということを探求しているセリフになってくるんじゃないかなと思いますけれども、本作はですね、クレイグもロッテも、チンパンジーも、そしてレスター社長もですね、で、後半のマルコビッチもですね、後半人にもう完全に入られてしまった、クレイグに入られてしまったマルコビッチもですね、全員が全員ですね、体と心の不一致というものを抱えているわけですね。本作のテーマはですね、体と心の不一致、つまり中身なんですけれども、体と心が不一致だよねということを、訴えている映画なわけですよ。体というのが心とか魂とか精神、霊魂、そういったものの器なのだとしたら、では精神の座はどこにあるのか、でその体というものを動かしているものは何なのかということをこの映画は問うているわけですね。例えばレスター社長というのはね、クレイグが働いている会社の社長であるわけですけれども、レスター社長というのはですね、実際にはレスター社長ではなくてマーティン船長だったわけですね。7と2分の1階のところにとある人物のこの精神の中に入り込むことのできる穴を発見したマーティン船長が実はレスター社長なわけですよ。でも今レスター社長としてここで仕事をしているわけですけれども、ではですね、レスター社長というのは一体誰なんですかということですね。レスター社長はレスター社長なのか、それともマーティン船長なのか、それとももう誰でもないなんだかよくわからない人物なのか、何なんでしょうかということですよ。このおじいちゃんのことをですね、この世の中の誰がこの人だ、この人はこの人だと決めることができるのかというと、そんな人いないわけですね。その人の中身がレスター社長は違いすぎてですね、もうすでにこの人は誰なのかということが分からなくなっているというのがレスター社長ということになると思います。ではロッテはというふうに考えるとですね、ロッテは体の性と心の性が一致していないということがありましたよね。要するに体の性は女性だけど心の性は男性だったということがロッテの中にはあったわけです。これはですね、本作の解釈にのっとって考えるとですね、実体二元論的不一致ということになるんじゃないかなと思うわけですよ。ロッテの心と体はね。なんで心と体の性が違うのかのヒントというのが、7と2分の1階に存在しているマルコビッチの穴にあったということになるわけですね。で、クレイグです。世界を変える実力を持つ人形師であるクレイグでしたけれども、彼はですね、入る器を完全に間違えていたということがあったわけですね。クレイグは本当に素晴らしい腕を持っている人形師なんですけれども、どんなにすごい腕を持っていてもですね、冴えない中年男性の体でその人形師の腕を披露してもですね、箸にも棒にも引っかからないというところがあるわけですね。クレイグの場合はですね、人形師としての技術とか演出力とか体というものが実体二元論的に不一致だったということになるんじゃないかなと思います。よく考えられる、想像することですけど、例えばメッシがですね、サッカーと出会わないであやとりばっかりしていたらですね、メッシは生まれなかったわけですね。サッカー選手のメッシは生まれなかったわけです。サッカーと出会わなかったら、サッカーの才能があんなにあったのにね。そういうことですよ。大谷翔平がスポーツを一切やらないで、アルプスの少女ハイジみたいなところでですね、スポーツなんかいらんとか、お前はヤギだけ育てればいいんだとかいう生活を余儀なくされていたらですね、スーパースターにはならなかったわけですね。というように、精神と
この入る器というのが一致しているからこそ、人間は活躍できるんだみたいなところがあるんじゃないかという感じもあるわけですよね。だからその場合は実体二元論的に不一致なんじゃないかというふうに思ったりはするわけですよ。だからこの映画の面白いところはですね、マルコビッチの中に入ったクレイグが、マルコビッチとしての名声とか富を享受するんじゃなくて、マルコビッチの中に入ってマルコビッチのキャリアを一旦終わらせて人形師として出直してそこで成功していくっていうのがこの作品のユニークさなわけですね。しかもそれで最後まで本当にちゃんと大成功を収めていくっていうところが面白いところで、もちろんねマルコビッチがという大前提があるから注目はされたわけですけれども、人形師としてね、親の七光に近い感じはあるんですけれども、そこからプラスして本当に実力があったからクレイグは人形師として世界を変えることができたわけですね。マルコビッチになったことによって。普通の入れ替え早みたいな感じの話だと、クレイグがマルコビッチの生活を享受して富と名声を手に入れました。でも例えば役者としての才能はあんまりないからどんどんうまくいかなくて、これでスーパースターになって金持ちだ、やった女もたくさん寄ってくるぞと思ってたのに全然いい生活になりませんでしたっていうのがよくあるストーリーだと思うんですけれども、他人の体の中に入って乗っ取ってという話になるとね、そうじゃないところがこの映画のユニークな点で面白いところかなというふうに思いますよね。それはこの実体二元論をテーマにしているからこういうストーリーになっていくんだろうなというふうに思うわけです。でも最終的にはですね、ロッテは自分にとっての正しい性というものに気がついたわけですね。マルコビッチを体験することによって。で、最終的に彼女が性転換手術をしたかどうかはちょっとわからないんですけれども、ただ幸せな生活を送るという結末になりましたよね。自分の性、正しい性というものを認識して、それに見合った生活をしていくわけですね。マキシンが両党ということもあってですね、マキシンと一緒に生活をしていってその幸せな今後を送っていってるっぽいという感じですね。だから要するにロッテにとってはですね、体と心、この精神の座というのは、初めからあるべきところにちゃんと収まったねということが最終結論だったわけです。ロッテは体の性と心の性というものが違っているということがあったので、もしかしたら精神の座としてはですね、ロッテの体ではなく、例えばマルコビッチとかそういった男性の体に自分の精神がとどまるべき居場所というものがあったのかもしれないんですけれども、ただ最終的には元の自分の体の中に精神の収まる場所はあってですね、でそこでしっかりと幸せな生活を送ることができましたということになったわけですね。一方クレイグですね、マルコビッチを体験してクレイグが心底嫌だと感じたクレイグはですね、クレイグに戻ることを拒否して新たな器に逃避したということがありましたよね。最終的には赤ちゃんの体の中に入ったということになったわけですけれども、でそこで一生を終えるということになりました。クレイグはですね、クレイグが嫌だったわけですね。どうやったってクレイグのことが嫌だったわけです。でクレイグはクレイグに戻ってもですね、マキシンが自分のことを愛し続けるんじゃないかというふうに思っていたわけですけれども、それはなかったわけですね。残念ながらマキシンが愛していたのは金とか名声とかそういったものを愛しているだけだったわけですね。クレイグは結局ですね、マルコビッチの体を乗っ取って仮初めの幸せを享受しただけだったということになったわけです。そもそも嘘つきが嫌いなマキシンはですね、嘘つきのクレイグを好きになるわけがないということがあるわけですね。一番最初ね、クレイグとお酒を飲みに行った時に、あなたは私とやりたいのねとかいう会話をした時にね、いやそういうわけじゃなくて本当に君のことが単純に興味があってとか言うと、マキシンはすごくなんだこの男みたいな感じのことを言ったわけですよね。私のおっぱいが見たいのよね、おっぱいが好きなのよねって言うと、いやいやそんなことないよって言ったりすると、もう露骨にあんたのことを、あんたみたいな嘘つきは嫌いだみたいな感じになるわけですよ。僕のは本当は人形師なんだって言うと、お感情ってすぐに言ったりとかして、
実際の自分ではないというこの嘘つきとしてのこの人生を送っているクレイグのことが最初から嫌いだったわけです、マキシンはね。でロッテのことを愛したわけですけど、マキシンはその理由はロッテは自分の考えに嘘をつかずに自分のことをしっかりとまっすぐに、認めていたというか、そういったことがあったからですよね。だから結局マキシンの好きな人、愛する人というのはこの嘘をつかない人、これはまあ内面の問題になってくるわけですけど、結局表の見た目と心というものがこの嘘がない人のことが、マキシンは好きなんだということになったわけですよね。クレイグはずっと嘘つきだったわけですロッテは、嘘つきではなかったわけですということがあったわけですね。だからこの映画の鍵を握っていたのはマキシンということになるわけです。マキシンは嘘つきが嫌いです。でロッテはマルコビッチを体験したことによって性転換手術を覚悟するにまで至ったわけですね。実際にしたかどうかはちょっとわからないですけど、そんなロッテをマキシンは愛したということです。クレイグはマルコビッチを体験したことによってクレイグ自分自身というものを捨ててマルコビッチになることを選びました。そんなクレイグのことをマキシンは見限ったということになったわけですね。マキシンは体と心がしっかりと一致している実体二元論の外にいる人間なわけです。マキシン自体は、体と心が完全に合致しているわけですね。そんなマキシンの視点を中心にしてこのマルコビッチの穴という映画を見るとですね、クレイグの愚かさがよく分かってくるなというところはあるんじゃないかなと思いますよ。この映画は結局人間の中身と外身の差というものがどこにあるのかという映画だったわけですね。で、みんなそこで悩んでいるんだけど、それを乗り越えていった方がいい人生になるよと。クレイグはそれを乗り越えなかったから最終的には自分の人格すらなくなってただ外見だけを見続ける不幸な人生を送るようになったよみたいな、そういった笑うセールスマン的な感じのオチになっていくわけですね。最後の映像はね、今だと多少倫理的に大丈夫かなっていう感じのストーリー的なオチは別にいいけどね、映像的にね、あんな映像にする必要あるのかねっていうふうに言われそうな感じはありますけれども、そんな感じのお話だったわけですよね。でクレイグの設定が人形師ということになっていたわけですけれども、その人形師である必要性ですね、理由というのはどこにあったのかというと、まず一つとしては分かりやすくマルコビッチを操るからということで、操るということで人形師というのが職業というか、設定として使われたんだろうということが一つありますよね。でもう一つはですね、自分自身とね、クレイグ自身の心を人形に語らせて、自分自身はそれを語るわけではなく、この殻に閉じこもっているということを表現するために人形師というものを、設定として使ったんだろうというふうに思いますね。クレイグはですね、最後の最後まで自分自身で自分を表現するということを一回もしなかったわけですね。この世界でですね、自分にふさわしい器というのは結局自分自身でしかありえないのにもかかわらず、クレイグは最後までそれを、信じることができなかったというか、受け入れることができなかったというか、そういったことがあったんだねということで、マルコビッチの穴の独自解説は以上ということにしたいと思います。どうもありがとうございました。ということで、マルコビッチの穴独自解説でした。今回はね、ちょっと短めで、いこうというふうに頑張ってみました。マルコビッチの穴自体、すごく面白い、本当にユニークなお話で、マルコビッチがね、マルコビッチの穴の中に入って、マルコビッチの脳の中に入ったマルコビッチがマルコビッチだらけの世界を見て、マルコビッチ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 ってなっているところはですね、非常に頭おかしくなりそうだなという感じがあったりとか、あと、マキシンとロッテのこの VR 的ベッドシーンね、なかなかどんな感じなんだろうなというふうに思いますよね。多少羨ましいかなという感じが、しないでもないかなというふうにも思いますけれども、この映画本当にね、発想がユニークですよ。ただただね、取り替え早って
的な感じにするだけじゃないっていうところがね、そこから本当にこの哲学的なお話になっていってっていうところがすごくよくできているストーリーだったなというふうに思いました。まあ体と心をこう入れ替えるみたいな話は結構たくさんあるじゃないですか。まあ何ですか、広角機動隊とかもそのタイプのお話になっていくところもあるだろうし、藤子 F 不二雄の SF 短編にもそれっぽいのいくつかあるしね、まあアトムとかにもそういったのがあるけね、プルートとかね、浦沢直樹が書いたアトムの、やつのプルートとかもそんな話でしたよね。その結局体と心は別物なのか一致しているものなのか、二元論なのか一元論なのかみたいな、そういったとこっていうのはまあ答えは出ないわけですけれども、夢は見ますよね。まあ例えば自分の今の記憶を持ったまま小学生の頃に戻ってやり直せば絶対に天才的な振動的な感じになれるわけじゃないですかね。そういった人生をやり直してみたいとか思ったりとか、気になるあのことをこう入れ替わってみたいとか、まあね、昔からそういった願望というか、お話とかねたくさんあるんですけれども、結局ですね、分かんないですけど、なってみないと分かんないですけど、自分自身の心は自分自身の体に宿ってるのが一番普通にいいんじゃないのっていうふうにね、まあ思ったりはしますよね。なかなかね答えは出ないですけれども、で心と体、ね、死んだらどうなるのかとか、例えばマルコビッチの穴で言えば心が入れ替わっている時のマルコビッチの本来のマルコビッチはどうなっているのかとかね、そういった感じですよね。まあおそらく本来のマルコビッチは一番最後のクレイグみたいな感じでただ見るだけの存在になってしまっているとか、そんな感じなのかなというふうに思いますけれども、そういった部分でね、よくわかんねえなっていう感じもあったりとか、まあ面白かったなというふうに思ったりとか、まあいろいろありますけれども、まあ本当にユニークっていう感じですよ。マルコビッチの穴はね、本当にユニークな脚本だなという感じがあったんじゃないかなと思います。まあこれ脚本ね、チャーリー・カウフマンですけれども、チャーリー・カウフマンの作品は結構ね、不思議なやつとかそういったものが多いんでね、脳内ニューヨークとかエターナルシャンシャインとかね、この辺りアバターアダプテーションとか、まあいつかまたできればなぁなんて思ったりはしますけれども、なんとなくね、もっと売れてもよかったのになっていう感じはしないでもないですけどね、チャーリー・カウフマンここ最近はもう終わりにしようっていうのが2020年にやってんのか。チャーリー・カウフマン監督脚本だね。見てないけど相変わらずな感じなんですかね。多少気になるかなという感じがあります。年齢見たらまだ66なんでね、まだ全然できるでしょうから、面白い脚本また書いてほしいななんて思ったりしますね。ということで、おそらく今年最後の独自解説になると思います。マルコビッチの穴、ありがとうございました。まだね、メンバーシップの方ではマルコビッチの穴独自解説補習と、それと同時視聴もありますんで、そっちもよろしくお願いしますね。メンバーシップの皆さんね、メンバーシップ皆さんもよければこの機会に入ってください。よろしくお願いしますということで、お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、Twitter、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、LINE スタンプ、そしてメンバーシップ、すぐの裏を知る者たち、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。ということで、非常にユニークな脚本、マルコビッチの穴、名作がたくさん生まれた90年代の最後の大物という感じがあったかもしれませんね。マルコビッチの穴独自解説でした。お聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。